皆さんこんにちは。バーチャル YouTuber をしているメイドのリコです。さあ今回もリクエスト作品を消化していきますよ。あ、それと、ブログの方もちょっとずつ書くようにしました。とりあえず、過去に YouTube に上げた動画をぎゅっとまとめた紹介記事みたいなものを書いています。あと、微暴録的な感じですが、小分けで Web 小説の感想も書いていっています。ぜひご覧になってみてください。それでは、今回レビューする作品はこちらです。天聖貴族の異世界冒険録、自重を知らない神々の使徒です。作者は、野州様です。内容はタイトル通りです。わかりやすい。ただ、ちょっと一単語付け加えるともっとわかりやすいですね。異世界無双冒険録とね。あと、貴族が転生したと思っていたのですが、転生したら貴族だったというパターンです。では、そんな作品の感想を言っていこうと思います。これよりネタバレを含みますので、嫌な方はチャンネル登録をしてからブラウザバックしてくださいね。いいですか？始めますよ。では、天聖貴族のあらすじはこちらです。包丁を振り回す暴漢から女性を守るために盾になって無事死亡した主人公。目を覚ますと、辺境伯の三男坊、カイン・フォン・シルフォードになっていました。5歳の誕生日を迎え、洗礼の儀式を受けないと魔法は使えないと言われたが、独学で勉強していくカイン。洗礼の儀式を受けるまでもなく、全属性の魔法を使えるようになってしまっていました。そしてカイン5歳。洗礼の儀式を受けると、この世界の神様たちが集まる場所へと連れてこられました。そこで、衝撃の真実を告げられる。暴漢の盾にならずとも、本来は誰も傷つかずに終わっていた事件であったこと。この無駄死にのせいで魂が地球の輪廻の外に出てしまったこと。善行によって死んだから、記憶持ったまま異世界で生まれ変わらせちゃおう。ついでに、生前の知識を使って、今の文明レベルを上げてちょうだい。ということでした。もちろん、神様たちからこれでもか、というほどスキルと加護をもらって、人外レベルになりました。ここから、カインの冒険が始まる。ちなみにですが、なぜかこの漫画2つの出版社から出てたのですが、マックガーデンの方を読みました。ひふみ書房の方はね、1話でもうダメって感じだったので、早く冒険パートをしたいのか、最初の部分をはしょりにはしょっているのでついていけないです。漫画家によってこうも書き方が変わるものなんですね。驚きです。物語としては、生きらないお列 AM 層って感じです。好きな人には好きかしら。でも、量産系な感じでオリジナリティは感じなかったですね。ナロー初心者におすすめ。ここからだんだんと沼に入りましょう。味のしないガムを噛んでいる感じで、あまり感想という感想もないんですけれど。3歳児の肉体へと転生したカインについて話しましょうか。1週間も高熱で寝込んでしまっていて、ようやく目が覚めたんです。これは、元のカインくんは高熱により亡くなってしまったんでしょうね。だからカインくんの人格はなくなって、完全に主人公の体になっちゃったんだろうな。こういう乗っ取り転生系って、なんか嫌な感じがします。元の体の持ち主のことを少しは考えてあげてほしいなって思います。私としては、これを、転生、とはあまり言いたくないんですよね。誰かの死の元に成り立っている転生、というか乗っ取り、憑依、アバターか。素直に受け止められないです。神様たちからものすごいたくさん加護やスキルをもらうっていうのも、私は受け止めきれないんですけれど。スキルとかもらう前に、魔法はほぼ全て使えて、威力も結構あるんですよね。実際に使ってもいないのに使える、と確信している意味はわかりませんでしたが、使えるようですし。いらなくない、加護もスキルも。そして根本的に、貴族である必要がわからなかったです。三男だから実家を継がないし、冒険者として家を出るって宣言してるし、どう貴族要素を絡めてくれるんでしょうか。今のところ、平民に置き換えても何も問題ないんですよ。
貴族という特別な人間という設定を全然活かせていないです。宝の持ち腐れ感がすごいです。そもそも、ナローでいう、貴族、なんて何のステータスでもないんですけれどね。では最後に、作画について。全体的に、作画は綺麗で、結構好きです。でも、なんか変な部分はあるんですよ。見飽きるほど見た、お決まり展開、冒険者ギルドでチンピラに絡まれるシーンにて、カイン自体の強さはもう分かっているから、わざわざ見せつける必要が全くないんです。というツッコミはあるのですが、チンピラとの戦いの作画について、まず、手首より少し上をチョップしたのに、二の腕に傷？どうやったらそこに傷がつくのでしょうか？そして、真正面に聖剣突きをしても、低身長のカインに当たらないと思うんですよ。このチンピラは何をしてるんでしょうか？やるなら、真下に打つか、もっと腰を落とさないとダメですよね。カインもなんで当たりもしない攻撃をしゃがんで避ける動作をしているんでしょうか？もう少し考えてほしかったですね。次は家庭教師の美女たちにプレゼントした異空間収納バッグ。市販されているのは内容量2メートル四方でしたが、それを大きく上回る30メートル四方の大容量で。また俺何かやっちゃいました？少しくらい内容量について調べるってことしないんですか？バッグの作り方を調べたのに一緒に載っていなかったんでしょうか？自重するのか、やりたい放題するのかどっちかにしてほしいです。いい年したお兄さんじゃなかったんですか、元は。自重しよう。でもうっかりは仕方ないよね。というのは見ていて良い気分ではないですね。異世界に来て5年ほどですが、一体何を勉強してきたんでしょうか。書かれている部分しか記憶がないんですか？そんなわけないですよね。それで、バッグについてですが、背面はこんな感じで、ベルトを通す穴があります。当然美女たちもベルトに通して固定させると思うんです。実際につけてみるとこんな感じです。これってどうくっついてるんでしょうか？ベルトとは違う紐みたいなのが体に巻いてあるのかな？ベルトに巻く方が良い気がしますけれど。ちょっと謎作画ですね。一巻時点では面白いところは見当たらず、ひたすら俺すげーを披露するだけでしたね。何も考えずに読めるのは良い点ですね。絵はいいので、お時間があれば読んでみるのも良いと思います。今回のレビューはいかがだったでしょうか？このような感じで、私が思ったことをありのままにレビューしていきます。このような私にレビューしてほしい作品がありましたら、概要欄にあるリクエストページよりリクエストをお願いします。気に入っていただけたらコメント、高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。また次回、レビューしたい作品がありましたら、お会いいたしましょう。